くまモンでかくない？方が赤いなぁ。空は青いなぁ。というわけで、熊本に来たー。こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いやー、かの有名な巨大くまモンを直に見れる日が来るとは思ってもいなかったな。ところでくまモンといえば、ゆるキャラグランプリ2011の王者。熊本県の営業部長兼幸せ部長として、今でも国内外問わず引っ張りだことのこと。で、くまモンの人気がここまで高まったのは、徹底した、オリジナルグッズの作り込み、が要因の一つだったんだとか。たまたまですが、ゆっくり不動産も昨年末に、オフィシャルグッズストアをオープンしたばかり。これは、くまモンのやり口パクらない完売。あ、オフィシャルグッズストアは概要欄から行けますので、グッズ買ってね。はい、最寄りの駅へやってきました。くまモン電車、来たー。くまモンたくさんいるもん。ところで、ゆっくり不動産の内見全国制覇は着々と進行しているわけですが、その中で各地域の物件資料をペラペラしていたところ、ついに見つけてしまったんです。モースト狭小アワードにランクインしそうな逸材をね。その名も、4坪の直層型コンパクトハウス。はぁ、4坪ってこのくらいの広さでしょうか。んなわけなくないと思った視聴者の方もきっと多いはず。それもそのはずです。何せ、つい先日公開した、13坪の土地に建てられた、6階建て戸建てをルームツアーさせていただいた時でさえ、なんじゃこりゃー、と目玉が飛び出るほどの驚きだったのに、今回はさらに小さい、4坪、ってどげん納豆と真相を確かめるため熊本までダッシュでやってきたのではなく飛行機でやってきております。4坪もさることながら、直層型というワードもどういうことなのか興味津々です。それでは早速行ってみましょう。ということで着きました。ってなんじゃこりゃー。めっちゃコンパクト。これ本当に家なん？どうやら言えばいい。アプローチのようなものがあって、玄関ドアのようなものもあり、ドアチャイムもついているあたり、これは確かに、玄関映え。しかもいい感じの植栽まで置くという余裕も見せつけていますね。ちょっとサイドから。確かに家か。で、こちらが反対側。てか、立ってる場所の癖がすごいんじゃ。めっちゃ駐車場。パッと見はみ出てるだけやん。こんにちは。あ、これはスペースエージェンシーさん。本日はよろしくお願いします。いやー、コンパクトですね。これ本当に家なん？これはれっきとした住宅でパコと呼んでいます。見た目はコンテナハウスや小屋に見えなくもないですね。ゆっくり不動産でも以前、奥だけ狭小 2LDK という驚愕の住宅を紹介したことがありますが、それと通じるサイズ感な気がします。ああいったコンテナハウスとはどのような違いがあるのでしょう？まず性能、特に温熱環境が違います。ほうほう。というと？コンテナハウスの多くは軽量鉄骨造なので、夏は暑く、冬は冷たくなりがちです。一方、パコの構造体は木質パネルになっていて、季節を問わず20度程度の温度を保ってくれます。はぁ。これ木造住宅なん？確かにしっかり基礎コンクリートが打ってあり従来型のようですね。実際に住むことを考えるとやはり木造の方が生活しやすいということでしょうか。もちろん好みもありますがそうです。そして小屋との違いは設備ですね。生活に必要な最低限のものがすでに標準装備されているので、安心して住むことができますね。なるほど。確かに小屋は水回りなどの基本的な生活設備はないので、住むというよりもセカンドプレイス的な使い方がスタンダードですが、こちらは住むための機能が盛り込まれていて、しっかり住宅仕様になっているわけですか。これはまるで、コンパクトハウスやん。いやー、すでに聞きたいことが120個くらいあるのですが、一旦お部屋の中も見させていただきましょう。
ということでこちらが玄関。鍵はリモコンキーになっていて、ハイテク仕様。4坪という広さだけあって、室内はワンルームになっているようです。失礼します。おー。この景色だけ見ると、いつもやっている通常のワンルーム内見と変わりませんよ。本当はこれ、じゃけど。で、室内は一般的な住宅と変わりない雰囲気。土間は当然のようにミニマム。で、室内は、普通にワンルーム。正面にオープンなクローゼットがあって、パソコンとテレビが設置されたワークスペース。仕事をするならダブルモニターにもできそうですね。食事の時のテーブルとしても使う感じでしょうか。で、左のこちらが、しっかりサイズのシングルベッド。これは玄関入って靴を脱いだらすぐにベッドインできる素敵配置じゃないですか。金太郎飴ワンルームなら玄関入って左右に水回りというルールがありますが、そこをさらっとぶち破ってくるあたりさすがです。はぁ、これは作業中に眠くなったら、すぐベッドにダイブできるスタイル。完全にツーウェイ動線。エアコンも設置されていて、この空間なら空調効率もバッチリでしょうね。で、こちらのおしゃれなウッディブラインドもいいですね。せっかくなので開けてみてください。では遠慮なく。なんとデッキテラス。やってんなぁ。は。これはそこのあの部分。なるほど。すぐそこがバイパス道路で車通りが多いわけですが、しっかりルーバーが設置されているので視線はあまり気になりませんね。モデルハウスなのですでにあんなものやこんなものが設置されていますが、個人的にはまさにこんな感じにしたいなぁ。気持ちいい季節なら、食事は基本ここでもいいくらいだし。好みで床にウッドタイルを敷いてもいい雰囲気になりそうですね。奥は観葉植物でいっぱいにするのもいいだろうし。持ち物が多めな方は屋外収納を設置してもいいですね。車通りの多い道がいいのは、適度に騒がしいところなんですよね。静かな環境が好きな方には向かないわけですが、個人的には音を気にせず過ごせたり、人の視線が逆に気にならなくなったり、意外と快適に過ごせるんですよね。ただ何もせずに、ゆっくりくつろぐセカンドリビング的な使い方も素敵だろうな。そろそろ一旦室内へ戻りましょう。最近は年末にお正月と、イベント的に豪邸ばかり内見していたのですが、狭小住宅やコンパクトハウスを内見して妙に落ち着いている自分がいます。やっぱり狭小住宅ってなぜか惹かれてしまうんですよね。ほらこの感じ。この程よい狭さに鼻血が出てきませんか？はい、こちらがキッチンですね。上部には換気扇あり、まさに一人暮らしワンルームなキッチンになっていますが、どちらかというと豪華だと思います。手前が一口ガスコンロになっていて、お隣が意外に広めな作業スペース。狭小住宅のキッチンはコンロとシンクしかないパターンも多いですからね。ステンレスがピカピカでめっちゃ清潔感あります。で、横のスペースにぴったり収まった収納ラック。こちらは家電や食器を置く場所のようですね。そしてキッチン下はミニ冷蔵庫と収納になっていました。このコンパクトな収納にどうやって必要十分なものをしまおうか。先日の豪邸とは真逆の意味でワクワクしてくるんですよね。ということでキッチンスペースは以上でしょうか。続いてこちらに引き戸がありますね。やはり限られたスペースには引き戸がぴったりです。こちらはトイレでしたが、なんと立派な手洗い付き。ウォシュレットも標準装備されていて、アート置く余裕もあると、コンパクトワンルームにこのクオリティのトイレがあるとは驚きです。ということでトイレは以上でしょうか。続いて先へと進んでいきましょう。ここが部屋の突き当たりですね。部屋の一番奥が洗濯機スペース。金太郎飴ワンルームなら一番奥はベランダ、場合によっては洗濯機が外、なんていうのも多いわけですが、なんかこの配置が妙に落ち着くのは僕だけでしょうか。そしてその手前は洗面スペースになっていました。続いてこちらにブラックな扉がありますね。あと見てない設備といえばあれでしょうか。なんとシャワーブース。浴室がないのは面積の都合上小スペース化した結果なはずですが、
ブラックなパネルとデカシャワーヘッドがかっこよくて全く気になりません。ドアは半スケスケですが、まあ一人暮らしですし。僕はフルオープン派ですけどね。ということで、以上が4坪の直層型コンパクトハウスの全容です。改めましてこちらが間取りです。一見して普通のワンルームな景色でしたが、ベッドへ向かってツーウェイ動線になっていたり、ウッディブラインドの先は、やってんなぁ。な屋外デッキテラス付きなのが印象的でした。ベッドが手前、水回りが奥という、金太郎飴と真逆の間取りになっていたのも面白かったですね。さてさて、気になっていることが120個くらいあるので、ここで少しお話を伺ってみましょう。4坪に見事に収まっているコンパクトハウスというのはよくわかりましたが、今回、直層型というワードも気になりました。一体どういう意味なのでしょう？実はパコ本体は工場で生産を行っており、外壁まで張った状態で現場へ運搬しています。へえ、工場生産。はい。こんな感じですね。まず工場で基礎となる枠組みを一から作っていくところから始めます。ほう。こうやって下地が組み上がったら、次は全体に隙間なくしっかりと断熱を施し、その上から外壁を張っていけば本体の完成です。なんじゃそりゃあ。ワンチャン僕にもできるかも。このように本体を工場生産することで、従来の現場工事による技術のばらつきがなくなるよう工夫しています。なるほど。つまり本体の品質を一定に保つことができるんですね。はい。本体が出来上がったらそのままトラックに積んで現地へ運搬します。おー。パッと見、これはコンテナハウス運搬中のようです。ということは、内装や水回りの設置は現地でやるというわけですか？そうですね。現地へ運搬したらこのようにクレーン車を使って据え付けを行い、そこから内装仕上げと水回りを設置したら完成です。めっちゃシステム化されとう。完成まではどのくらいの期間がかかるんでしょう？本体の工場生産を開始してから約2ヶ月くらいですね。早っ。約4坪とのことでしたが、実際に建築する土地の広さはどの程度必要なんでしょう？土地の形状や法規制にもよりますが、約10坪あれば建築可能です。なるほど。コンパクトすぎて活用できてない狭小地や、持て余してる住宅の敷地があれば十分建てられちゃいそうですね。そうなんです。とはいえ、建築基準法上では、一つの敷地内に一つの建物であること、というルールが存在しているので、たとえ小さな建物であっても自由に建築していいわけではありません。ふむふむ。となると、すでに建物が建っている敷地の場合はどうすればいいのでしょう？その際は、土地の分割、分筆、接道義務、建蔽率、容積率、臨地境界線の距離、など定められた法規制をクリアする必要がありますが、そのあたりは事前にご相談させていただきます。なるほど。すでにメインの住宅がある場合も、建てられないわけではないということですね。参考までにお聞きしたいのですが、建築費用はどの程度をイメージしておくと良いのでしょう？今回ご覧いただいたのは、パコファミリーというシリーズになりますが、約550万円からになります。そうですか。思っていたよりも現実的な価格で安心しました。ちなみに他にもシリーズがあるということでしょうか？はい。全部で7シリーズあります。いや、シリーズ化しすぎ。ということでいかがでしたでしょうか？個人的には、4坪なのに縦に長めの部屋なので面積よりも広さを感じたのと、キッチン、風呂、洗濯機、トイレすべてがついていて生活には全く不都合がなさそうで、あのデッキテラスにも燃えまくりでしたよ。自宅に帰ったら僕も大家さんに相談してみようかしら。コンパクトハウスにせんと？今回ご協力いただきましたスペースエージェンシーさん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。Twitter やってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。ありがとねー。